はい、始まりました。今回はリクエストの回になるんですけども、はい。ちょっと僕があまりにもこれめちゃくちゃいい逃走者やんと思って、ちょっとリクエスト先のリクエストなんですけど先走っちゃいまして。なるほど。ちょっと順番が前後してると。順番ちょっと前後しちゃって先作っちゃったやつがいまして、なるほど。もう作ってやっちゃってるっていうやつが一人いるんですけど、めちゃくちゃいい逃走者リクエストしてくれたやんっていうことで、なるほど。今日はこいつをやっていきます。はい。あまたのラフィークになります。なるほど。これだいぶエモい系のみたいですね。ですね。はい。あらあらでしょうだって。そうなんですね。ファンも多そうですよね。要は結構本当に古いカードで、はい。要は多色の伝説のクリーチャー、はい、3色以上のっていうのは、多分あらあらのその断片とかのところからしか来てないから。そうなんですね。なるほど。一気に多色化された頃の逃走者ということになるかと思います。エモいんですね。みたいですよ。ちょっとこの頃やってないんで。で一応能力説明させていただくんですが、バントの4マナの33の3尾を持ってます。3尾っていうのは単独でコンバットすると11上がるっていう。で、あなたがコントロールするいずれかのクリーチャーが単独で攻撃するたび、ターン使用時までそれは2段攻撃を得る。つまり誰か何かがこいつでもいいんですが、殴りに行ったら11上がって2段攻撃だと。でこいつがまず33というスタッツで、11上がって44で、2段攻撃だという形になります。だからそのスタッツだけでも一応3番の性能になってると。ということで一応殴りジェネラルというくくりになるかもしれない。なりますよね。一応基本的にはこいつは殴りジェネラルだと思って差し支えはない。僕殴りジェネラル大好きなんで殴りジェネラルかと思って、もう食いついちゃいました。なるほど。こんなんいたんだと思って。しかも殴りジェネラルにしては色がね、もうバントそんなんやったことねえぞと思って挑戦させていただきました。で僕がやってみました感じ、こういう構成が一番いいんじゃないかなっていうのを、一応ベストを尽くして考えてきましたんで、それを発表させていただくという形で、どんなのがいいですかっていうリクエストでしたんで、僕はこう思いますよっていう形でリクエストを答えさせていただきます。まずその方はリクエストされた方は、歌詞の力っていう4マーのインスタントで77が上げるっていうインスタントなんですけど、77上げたらワンパンじゃんっていうインスタントで通ったら1人倒せるじゃんと。でもそれ大体差し違えるんですよねって書いてあったんでそういう人を差し違えてあと2人どうすりゃいいんだろうっていうことになるじゃないですか。これね、なりがちですね。他にも調べたんですけど、力の報奨っていうカードがあるみたいでして、6マナのインスタントで33上がって33上がって33上がる。これも一応ワンパンだと。6マナですが。6マナです。こんなのもありますねということで。あと一応僕が調べた感じだと、ソーサリーで、これ結構有名なカードなんですが、大軍の功績というカードがありまして、4マナのソーサリーなんですけど、11修正トランプルの感染を持つということで、44の11上がるんで55で単独で殴りに行って2段攻撃の10点で感染で一撃倒せるということで、一応ワンパンのカードではあるけどソーサリーなんですけど、さすがにでもね、ソーサリーだしね6マナあったら外国核融合装備できんじゃないのみたいなやつがいて、外国核融合っていう感染が装備できるっていう、2に上がった風でしたっけ、外国核融合っていう装備品もあるんですけど、そういうので要はワンパンを狙うっていう構成もあることはあるということが分かりました。確かにそれはあることはあるんですが、僕の考えてきたプランは普通の殴りジェネラルとは全く違う構成で、このバントっていうカラーを生かした殴りジェネラルにしようと思ったんですね。で基本的にはもう守ろうと思いまして、もう守備的なデッキを考えてきました。とにかく守りますラフィークを相手のコンボとは。でも今の言った歌詞の力とか今大軍の功績とかっていうカードは1枚も入れません。1
1枚も入れない構成にしました。はい。で、どうやって勝つんだと思う方もいるかもしれませんが、殴れば勝てますから。殴れば勝てますから。はい。まず、守るカード。当然、結構上の卓を想定してまして、僕。ガチめの卓の想定で考えてきました。8以上ですか？8以上です。でも、戦える構成で考えてるんですけども、まず、打ち消しを13枚以上。そうなっちゃうよね。これは説明する必要はないと思うんですが、当然その中にも夏の帳とかも入るかもしれませんし、いわゆる打ち消し系のカードを大量に詰めます。当然のように精神壊しの罠とかそういうの入ってきちゃう、ね。何ですか？精神壊しの罠とかそういうの入ってきちゃう。精神壊しの罠はさすがに入んないと思うんですけど、入れてもいいですよ。入れてもいいんですけど、打ち消し入りますとりあえず。で、あとはガチ卓なんで、ドロソが必要になってくると思うんですよ。ドロソっていうのは要は好奇心あるじゃないですか。系のカードでいっぱいありまして、好奇心、第六感、鋭い感覚とか、その他にも例えば記憶の仮面だとか、そういうカードをこのラフィークに貼りまして、殴ることで2回油圧するんですよ。だから2ドローだということで、それ系のカードがいっぱい入ると思うんですよ。で、ドローソースは確保します。で、それ以外にさらにオークハイムの敵対者みたいなカードが結構あるんですね。メジトースとワンドローみたいなタイプよね。オークハイムの敵対者っていうのは結構ガチ寄りの策でも入ってくるカードなんですけど、緑のパーマネント相手がコントロールしてると2コス少なくなる4マナの、つまり 2マナで出せる、大体緑コントロールしてるんで2マナで23の接種でプレイヤーに戦闘ダメージを与えると1枚引くカード、っていうクリーチャー、こういったカードが結構たくさんあるんですね。で、例えば紹介するんですけども、ビダルケンの異端者、2マナ11で総能力を持ってます。これ結構いるんですよ。他にも例えば冷淡なセルキーっていう、こいつは3マナ11島渡りで、島なんか絶対渡れるじゃないですか。で、その能力を持ってます。で、グラジラックスっていう有名なカードがありまして、ダメージ与えるとワンドロー、こいつは1体じゃなくてもいいんですけど、通ったところでワンドローできるっていう。で、この好奇心が高齢するといけるっていうカードがこれスタンダードにありまして、いたずらな猫霊っていうカードなんですけど、2マナ11でその能力持ってまして、高齢を持ってまして、こいつ死んで墓地から好奇心として付けられるっていうカードがあります。っていったようなカードで出すじゃないですか。そいつをラフィークの能力でそいつを賛美するんですよ。そうすると、例えばオークヘイムの敵対者だったらいちいち上がった状態で 3,4 のダブストの2ドローってことになるじゃないですか。3,4 のダブストブロックするの嫌じゃないですか。なかなか難しい。そうですよね。なかなか難しい。なんでそこでドロソーをまず確保します、っていうのは確かなんですよ。で、ドロソーするとどうなるかっていうと、手札が打ち消しとか、もちろん当然除去とかも入ってると思うんですよ。白なんで、でいっぱいになります、で殴っていきます、でターンが進むにつれてとにかく守るんですよ。触れますか、この俺の守るっていう気持ち。わかりますよ。わかります、とにかく、除去しなきゃいけないところは除去して、打ち消さなきゃいけないところは打ち消してっていうことを繰り返して、ラフィークで殴り続ければ、ドローは確保できるはずなんで、何十ターンも試合を確かに試合を続ければいいんですよ。そうで戦えて、で最終的にはラフィークが単純に殴るだけで勝てる構成になるはずなんですよ。守るだけで。だって44のダブストを毎ターン止めることって相当きついじゃないですか。いずれはその逃走したダメージは勝つんですけど、それをさっきの言った歌詞の力みたいなことで一旦早くする必要ってないんですよ。一人殺す必要って。でずっと殴ってって倒せばいいんで、結局。そうね。でそんな中で遅くするカードがやっぱ逆に重要になってくると思ってまして、
ヘイト系のクリーチャー、置物はちょっと除外したんですけど、まあ法の定めとかでちょっと逆にちょっと止まっちゃうと困る盤面って、打ち消し合いとかで困る盤面ってあると思うんで、でなんで例えばクリーチャーで言うと、例えばラビニアっていうカード、はい、2マナの22で対戦相手がその土地以上の呪文を唱えられないと。クリーチャーでない。クリーチャーでない呪文を唱えられなくなって、ピッチコストが打てなくなるっていう。で、あとアウフだったり。で、一番ヘイトクリーチャーでこれ入れられて一番美味しいのがこの静寂をもたらすもの。たびたび我々は知ってるカードですがでもこれって入れられる時限られてくるんですよ。そうなのよ。これめちゃめちゃ強いんですが、はい、自分もその阻害するカードなんですけど、要は、チップとピグの誘発をなくすっていうクリーチャーのヘイトクリーチャーなんですけど、こいつが出すことによってラフィークはもう関係ないんで、もうクリーチャーサーチはもう静寂をもたらすものなんじゃないかっていうぐらいいうぐらいこいつはかなり強い使い方ができるんですね。でそれを持ってくるカードとして、例えば異界の進化、神聖化を入れようかどうか迷ったんですが、異界の進化はちょっとワンチャン入れても何個数は持ってこれるじゃないですか。そのさっき言った好奇心系の殴るクリーチャー持ってきてもいいですし、要は幅広く対象は取れるから。そうですね。なんで異界の進化1枚入れていいんじゃないかなと思いましたね。であとは追加ターンの話になるんですけど、まあ5マナの追加ターンだったら、追加コンバットをしてるのと一緒なんで、いいかなと思いました。5マナの追加ターン、一応慶州選挙がお安く求められるはずなんで、お安くっつっても高えとお安くはないんじゃないかなと思ってるんだけどめちゃくちゃ欲しいんですけどね、でも3枚もいります？まあ2枚でもいいかなと思うんですよね。でその金で時間のねじれよりはいいよ、対処取らないから。まあ確かにそうですね。まあその兼ね合いで実はとんでもないカードを見つけてきたんですけど、最高の時っていうこんなのあったんだっていうカードを見つけてきたんですけど、これはねラフィックのデッキにはほぼほぼ入ってますか？一応標準的なデッキは。いわゆるバントで3尾ついて追加コンバットできるっていうカードなんですけど、バントで追加コンバットできるカードってあるのと思ってこれしかないんじゃないかな、確かにそんなカードあったんだっていう発見あったんですが、まあ5マナで追加ターンだったら土地起きるじゃないですか、がいいんですけど、追加コンバットは土地起きないんで、あんまり良くないんじゃないかなと思って、僕は抜いた方がいいんじゃないかなと思いました。ピーキーなカードすぎるとは思いますよね。まあそんな感じです。で、最後に1枚だけ紹介させていただきたいカードがあるんですけど、もう1枚ですか、2枚ですか。1枚はもう別に説明するまでもなく、飲み込む塩いいじゃんと思ったんで、なるほどね俺飲み込む塩いいじゃんっていうのを一応紹介だけさせていただいて本当にいいですか？本当にいいですか？これ残して飲み込む塩バウンスして、いいじゃんと思ったんで。本当にいいのかななんかちょっとヘイト生物とかバウンスされちゃってよくないんじゃないかって思うんだけどまあ一応好みで、そこは、で1枚これは完全に僕の好みで入れたらいいなと思ったんですけど、大変動これをなんかね、1枚だけ途中まで俺いいかなと思ったんだけど、その2枚に関しては、ちょっとピーキーすぎないか。まあ多分そうじゃないですか。でもそうなんだけど、今の2枚そうなんだけどさだからその大変動っていうカードはそれぞれコントローラーがアーティファクト、クリーチャー、エンチャント、土地を1個ずつ残して生贄に捧げると、ということで、自分は手札ジャブジャブの状態で、相手に1個だけパーマネント残してくれって言い出すっていうことなんで、まあラフィックで頑張ると。ラフィックであと殴ればいいんで、であとまあ1マナしか相手が残らなければ、マナバフトあるかもしれないですけど、2マナしか残らなければ殴っていけて、こっちは打ち消し3枚ぐらい構えられればいいと思うんで、そうすれば勝ちきれるんじゃないかなっていうことで、ミスチューから大変動じゃないかなっていう。大丈夫かな。これ一番怖いケースとしては、はい、一番怖いケースなんですか。はい、大変動を打つじゃないですか。はい、そこにピンジョが合わせられる。そう
いやだからまあ打ちますっていう時点では一応マナ出せるんで、はい、それ出して、タイミングなんですよ、うまいことハマれば。今日はリスクはでかいですけど決まったらでかいんで。もちろんリスクはでかい、決まったらでかいって、それ要はピーキーなカードってことじゃないですか。だからうまいこと使えばいいっていうことなんで、これはかなり、一応ミス中から、エンド時に打ってこいつをサーチしてくると、えってなるんで嘘でしょってなるんで、まあいいんじゃないかなと。まあどっちですか、追加ターンミス中で持ってきた方がいいという。追加ターンの方がいいと思うなるほどね、でも追加ターンは結局追加コンバットしてるのと一緒で、一回倒すのを早めてるだけなんで、そんなにまあいいっちゃいいんですけど、それは好みですかね。ちょっとねリスクはあると思いますね。逆にまずい場面が形成される可能性があるから。で今言った構成は、ガチタクでも戦える構成になってまして、結構やれるんじゃないかなと思うんで、こうベストを尽くしてこの結果になりましたという感じになりますんで、今回の動画は以上になります。おしまい。